ここは夢と冒険の聖地スナックワールド。ドラゴンだっているし、便利なスマホはみんな持ってる。そんな生かした世界なんだ。そして俺の名はチャップ。大陸を蝕む悪の商人ビネガー・カーンに故郷の村を潰された俺は1000倍返しの復讐の旅に出たんだ。いよいよ俺の旅はビネガーに近づいていく。あいつを倒すためなら俺はどんなインポッシブルなミッションも乗り越えてみせる。さて今日も大冒険の始まりだ。まだマナはたまらないのですか？はい、もうしばらく時間がかかりそうです。私はもう待つのには飽き飽きです。ジャコウネコの糞から取った最高級コーヒーで時間を潰していますが、もうお腹タップタップですよ。あなたも一杯どうですか？は、ではお言葉に甘えて。一息つこうなんて100年早いですね。一刻も早くマナを貯めてスカードンを復活させるのです。さもなくばコーヒー豆と一緒にすりつぶして朝のエスプレッソにしてしまいますよ。まさか月夜街道が封鎖されてるとはね。これまでの苦労が水の泡じゃ。あんたなんかの役に立ったわけ？場を盛り上げたぞい。くそ、ビンサントさん、なぜあそこにあんないい扉があるんだ。まだそれ悔しがってるの？一体どうしたらビネガーパレスに行けるんだ。ああ、変装して潜入するのはどうでごわすか？そうか、ここはずっと夜だから全身を真っ黒に塗れば見つからない。無駄だ。お、姿を隠してもセンサーで一発アウトだ。そっか。じゃあ意味ないでごわすね。お、どうしたの？私にはやることがある。今？どんなタイミングで出ていくのよ。すぐどっかに行くな。分かったぞ。こやつわしらに内緒で引っ越しのバイトでもやってるんじゃろう。バカな。黙れバフン。誰がバフンじゃ。わしはゴブリン界の英雄アーノルド・ゴブソン・フォードネッカーじゃ。話を聞かんかい。私たちもぼーっとしてらんないし、手がかりでも探しに行きましょう。そうだね。いや、ぶつかっとるぞい。おいあんた誰？私か？私はチベッター警部だ。何のポージングよ。決まった。今日は一段とキレてる。マッチョの間では筋肉の調子がいいことをキレてると言うんじゃ。へえ、どうでもいいわ。そんなことより警部が何を悩んでるのよ。それはな、超高価な絵画永遠のバラ盗難事件の犯人がどうしてもわからないのだ。それ面白そう。俺が見つけてやる。何言っちゃってんの？ビネガーパレスに行く方法を考えてるのにそんな暇ないでしょ。君たちはビネガーパレスに行きたいのか？もし君たちが永遠のバラ盗難事件の犯人を見つけてくれれば、ビネガーパレスの警備と取り合って中に入れてやるぞ。マジ？じゃあ俺犯人見つける。完璧に見つける。おお、見つけてくれるのか。よし、現場に行くぞ。大富豪フィッシュバーガー氏の屋敷はあっちだ。筋肉で指示すんな。すっげえ屋敷だ。すげえ。パカララバのジャラがこんなに揃ってる。あのファッション性にも定評のある伝統のブランドパカララパがここまで揃っているとは。すごいでごわす。気に入ったようじゃな。これはフィッシュバーガーさん。どうだね、私のコレクションは。パカララパがこんなに揃ってるなんて、そんなパカラだっつって。うひひひひひひ。何今の親父ギャグ。自分で笑ってるでごわす。俺も集めてよ。ええじゃろええじゃろ。それ
まさにパカララパは私の大切なパカラものじゃ。寒い、鳥肌立ってきた。これはっきり言うてない。諸君、この壁に永遠のバラが飾られていた。それが忽然と消えたんだ。永遠のバラは私にとって我が子のようなものじゃ。本当に愛しい存在なのじゃ。それが盗まれたとはとんだ災難じゃな。いや、俺のばあちゃんは言った。災い転じてアクトパス。オクトパスってタコがどうしたのよ。災いなんてタコみたいなもんだから吹っ飛ばしてやるってことでごわすか。今から盗まれた経緯を説明する。事件が起こった夜、ウィッシュバーガー氏は暖炉の前で紅茶をすすりながら読書をしていた。彼がトイレに行って戻ってきたら、額縁が床に落ち、絵だけが消えていた。すぐに警備の者を呼び、それ以降は部屋にずっと誰かがいた。犯人が抜け出す時間はなかった。一体絵はどこに行ってしまったのか。確かに不思議ね。部屋の中は探したの？何度も探したが絵はどこにもない。誰かが入った形跡は？ない。屋敷は厳重な警備で守られていて、誰も入ってこられない。無論誰も外へは出ていない。完全な密室で起きた一瞬の間の犯行ということね。あ、わかった。トリックがわかったぞ。さすがチャップさん。教えてくれ。ヒントはトイレだ。トイレ？トイレに行ったフィッシュバーガーさん、お尻を拭こうと思ったら紙がない。慌てたフィッシュバーガーさんはトイレを飛び出し、絵を取ってきてお尻を拭いた。そしてトイレに流した。だから絵は消えてなくなったんだ。は？何言ってんの？大切な絵でお尻を拭くわけないでしょ。それだけ限界だったんだよ。フィッシュバーガーさんのお尻を見れば絵の具がついているはず。読みなさい。私が大好きな絵でお尻を拭くわけないだろう。亀の甲より年の子、ここはわしの出番じゃ。トリックが分かったのか。当たり前じゃ。ズバリ謎解きの鍵は暖炉じゃ。犯人は絵を暖炉で燃やしたのじゃ。だからどこにも証拠はない。これがトリックじゃ。わしは天才じゃな。いやいや、絵を燃やしたら意味ないでしょ。脳みそ腐ってんじゃないの？腐ってなんかおらん。プルプルじゃ。あ、分かったでごわす。ペペロンが？おいどんの推理は、お腹の減ったフィッシュバーガーさんが絵を食べてしまった。だから絵はなくなったでごわす。これがトリックでごわす。バカも休み言いなさい。いくら食いしん坊でも食べるわけないでしょ。君たち本当に大丈夫か。大丈夫。あと5分で解決だ。適当なこと言わないでよ。あ、ちょっと待って。密室ってことは犯人はここにいた人に限られるわけでしょ。チリペッパー警部、事件当時屋敷にいた人を全員連れてきて。わかった。任せろ。いちいち脱がなくていいから。事件当時屋敷にいた3人を連れてきたぞ。あれ、アンデッドにキャンドール。なんでお前らがここに？モンスターは特別割引で切符を買えるんでさ。それで結界を通ってこっちに来たでやんす。仕事の募集を見て森から出てきたんだよ。悪いか。私が使用人として雇ったのじゃ。もう一人の君は？私はイザベラ、フィッシュバーガー一族の教育係ですこと。妖艶なフェロモンを放って相手を骨抜きにしてしまうモンスターじゃ。そんな色仕掛けに引っかかるのゴブさんくらいでしょ。この3人が容疑者だ。で、一体誰が壁の絵を取って隠したの？疑うのをやめてください。何もしてねえっつーの。犯人扱いだなんて失礼ですこと。でも絶対誰かが犯人のはずよ。はい、みんな目をつむって。私が犯人だという人は手を挙げて。今手を挙げたら私誰にも言わないし何も起こらないから。いや、絶対怒るじゃろ。きっとボコボコでごわす。はい、3秒待ちます。この間に手を挙げて。3、2、1、ほら、なんで誰も手を挙げないのよ。怒らないって言ったのになんでよ、バカ。めちゃくちゃ怒ってるでごわす。これで手を挙げるやつはいないぞ。仕方ない。聞き込みで犯人を突き止めるのじゃ。ねえ、アンデッドはここで何やってるの？足は和菓子係っす。和菓子が大好物のフィッシュバーガーさんに和菓子を作ってるでやんす。名前と好みがバラバラね。あ、わかったぞ。犯人はアンデッドだ。なぜだチャップ。アンデッドはあの夜フィッシュバーガーさんに腐ったおはぎを作り食べさせた。そして殺したんだ。
シュなんか。何勝手に殺人事件にしてんのよ。絵を盗んだ犯人を探してるの。そうだった。もう今はアンデッドのおはぎは腐ってないでごわすか？もう大丈夫でやんす。こだわりのあんこで作ったおはぎにあんころ餅、最高でやんすよ。騙されたと思って食べてください。なるほど、美味しいの。おいしいの。あ、美味しい。うまい。ボギボギ。たまらんでごわす。ゴブさん食べないでごわすか？もうトラウマじゃ。見るだけでお腹がぐるぐるいっておる。で、アンデッドは事件の起きた時にどこにいたの？フィッシュバーガーさんの夜のおやつを作ろうと厨房で餅をついてあんこを練っていたでやんす。アッシュは犯人じゃありません。信じてください。なんか犯人の可能性は低そうね。ほれ、もう一個。欲張るからそういうことになるのよ。ごめんよ。あの子はいつも怒ってるな。すぐ切れるから困っとるんじゃ。そこ、今なんて。じゃあキャンドールはここで何やってるの？見りゃわかるだろう。ろうそくに火をつける係だ。もちろん敵が来たら俺の鞭をお見舞いするぜ。なるほど、わかったぞい。犯人はキャンドールじゃ。なんで？キャンドールは鞭で壁の絵を絡め取って落としたんじゃ。そしてその絵を頭の炎で燃やしたんじゃ。そりゃこれで謎は解けた。だからなんですぐ燃やすのよ。燃やしちゃ意味ないって言ってるでしょ。あ、わかったでごわす。まさか鞭で取って絵を食べたとか言うんじゃないでしょうね。図星かい。ちゃんと考えなさいよ。でもあの鞭はちょっと怪しいわね。何が怪しいんだよ。俺は犯人じゃないっつうの。ムキになるってことは怪しい。なんだと？待てい。キャンドールは犯人じゃない。パンパン師匠。また宅配のバイトしてんの？俺だっていろいろ大変なんだ。地方ライブやら限定グッズやら何かと物入りなんだ。知らないわよ。だいたいなんでキャンドールが犯人じゃないって思うの？キャンドールの鞭をなめるな。あの鞭が絵になんか当たったら一発で真っ二つだ。長年こいつの鞭を受けてきた俺が保証する。そんなの試してみないとわかんないじゃない。キャンドール、あの絵を鞭で絡め取ってみて。それで本当のことがわかるから。しょうがねえな。行くぜ。やらー。あひー。ああ、外れたでごわす。キャンドール、遠慮するんじゃない。全力でど真ん中を狙ってこい。かっこつけてる意味がわかんない。わかったよ。やらー。あひー。やるじゃねえかおい。その息だ。なぜか野球のスポコン漫画みたいになってるでごわす。俺を信じて打ち抜くんだ。バッチコイ。よーし、やってやるよ。どうだ。すごいぞキャンドール。キャンドール。パパ。キャンドール。パパ。はい、至急向かいます。ラジャー。重要なミッションを任された。俺は行く。ミッションってピザの配達でしょ？俺の後ろに立つな。さらばだ。パンパン師匠、またね。これで分かっただろう。確かに鞭で絵を絡め取るのは難しそうね。は？思いついたぞ。何を？ムチムチが鞭で撃たれて気持ちいい。おほほほほ。やっと犯人が絞られてきたわね。じゃあ残ったイザベラが犯人？私じゃございませんわ。その槍は何？これは愛の槍よ。言うこと聞かない坊ちゃんたちのお尻をツンツンしてあげるの。それで絵を撮ったんじゃないの？あーと生意気なこと言うわね。確かに私の槍さばきなら無理ではない話ですけれど。じゃあやっぱり電話仮に取ったとしましょう。ですけどそんな短時間に一体どこに絵を隠すのかしら。部屋の中にないんだから、そのピンクの毛の中とかに。あら嫌だわ。私の体のどこに絵画があるっておっしゃるのかしら。そんなに疑うなら調べてごらんなさいな。いやちょっと。おいどんもちょっと。あら何をおっしゃってんのかしら。これで殿方たちは石ころですこと。授業参観の匂いでごわす。こんな匂いじゃ誰も惑わされないぞ。イザベラ様。ゴーブさんがフェロモンにやられたでごわす。さすがジジイ。
ゴロゴロニャンニャンゴロゴロニャン。完全にイザベラの虜だ、キム。どうかしら、何か隠してあって。ああ、もうダメ。目を覚ましなさい、このエロジジイ。まったく。わしは一体何を。全然証拠がつかめない。もうお手上仕方ない。そこのゴブリンでも逮捕するか。あ、どういう流れじゃ。密室ということは誰かが絵を取って隠したのは間違いないんじゃが。でもどこにも見当たらないでごわす。くっそー、俺のばあちゃんは言った。頭隠して尻むき出し。意味は合ってるけど表現が露骨。むき出しはさすがに恥ずかしいでごわす。絶対どこかにヒントがあるはずなんだよな。おっすげえ、アリの行列まだ続いてる。チャップ何してんの？はて。あ？ブヒブヒブヒブタコ？ブヒブヒ。どうしたんじゃ。謎は完璧に解けた。ブヒ。犯人は誰でごわすか。犯人はお前だ。いざ。なんで足って分かったんすか。今イザベラを刺そうとしてなかった？してない。いざって言いかけてたじゃん。アンデッドが犯人？チャップ、では彼は絵をどこにやったんだ？アンデッドが絵を隠したのは何答えを探ろうとしてんのよ。アンデッドは裏に隠したんだ。なぜ壁に絵を隠したって分かったでやんすか。今もごもご言ってごまかさなかった？言ってない。そう、アンデッドは壁に絵を隠したんだ。完璧な作戦だったのに、きな粉を混ぜたあんこを塗って壁に貼れば絶対にバレないはずだったんで。何？あった！これぞ永遠のバラ。おお、なるほど。だから壁にアリが。道理で壁があんこみたいに甘かったわけだ。そこまで分かってて気づかなかったの？アンデッド、観念しろ。最初から全てお見通しだ。よくもまあ抜けた。よーし、アンデッド逮捕と思ったが、どうやって壁の絵を取ったんだ？背も小さいし道具も持ってないでごわす。その答えはこれだ。そうでやんす。つきたての餅を伸ばして壁の絵を取ったでやんす。マジ？当たった。なんで自分で驚いてんのよ。やっぱ適当に指さしたんでしょ。違う、読み通りだ。さすがチャップさん。まさかそんなからくりだったとは。これで全部解決ね。つまり厨房で餅をつきあんこを練っていたアンデッド、フィッシュバーガーさんがトイレに行った隙にリビングへつきたての餅をビヨーンと伸ばして額にくっつけ引っ張って落とした。そして永遠のバラを取り出し裏にあんこを塗って同じ色の壁に貼って隠した。それがトリックだ。あんた何も分かってなかったでしょ。アンデッドが犯人とはびっくりしたデッド。笑ってる場合か。よし、アンデッド逮捕する。あっしはこんなところでちまちま働いてるわけにはいかないんで、自分で店を開いて大儲けして昔貧乏だった足をバカにしたやつらを見返してやるんで。そのためには店を開く金が必要だったんで。だからって人のものを盗んじゃダメでしょ。あらさい、足の邪魔をするんじゃねえっす。くれ、あんこ爆弾け。やめるんだアンデッド。ベアリクリスタルサード、ベアリクリスタルシールド。ベアリクリスタルサード、ベアリクリスタルシールド。チャップさん。くそ、これでも食らうでやんす。危ないでごわす。もうあんこがねえっす。アンデッド、そんな汚いお金で作ったおはぎなんて誰も喜ばないぞ。さい、足をピックになって見返すんで。アンデッドは十分すごいやつだよ。お前をバカにしたやつなんてしょんべんピーだ。お前はこんなにうまいおはぎでみんなを笑顔にできるすごいやつなんだぞ。旦那、お前は周りの甘いあんこだけを見て中身の大切さを忘れてしまったんだ。
チャップにしてはいいこと言う。目の前の金欲しさに足はなんて愚かなこと。また必死に働いてみんなに喜んでもらうでやんす。反省したよね。改心して一から出直せすらいやあんたが出直すチャンスを絶っちゃってるから。しょぼくれ顔のモブキャラどもが言い訳しながら歩いてる。いつも見ている道すがら見たこともないワクワクを見た。いつまでしぼんだままなの。醜いアヒルのままなの。今のレベルは1だけど今に見てろよそのうちじゃあ最近の若いもんって年寄りともがぼやいてるけどそろそろお面返上な嫌な老いも待ってましたぜ。ケツの穴から全部風車だ。俺はいつか花になる空に伸びる花になる君に届く花になる。いらっしゃいいらっしゃい。食べればみんなにっこり笑顔。アンデッド印の美味しいおはぎでやんすよ。フィッシュバーガーさんがお金を出してくれたおかげでおはぎ屋さんを出せたんだって。そうなんだ。アンデッドの夢も叶って一件落着だ。君たち今回の件見事な解決ぶりだったぞ。こんなのチャップにかかれば朝飯前だ。ほとんど分かってなかったけどね。よし、約束通り俺たちをビネガーパレスに連れてってくれ。君一人ならな。誰も全員を連れて行くとは言ってない。一つ事件を解決したら一人分、全員で行きたかったらもっと事件を解決してもらわないと。よろしく頼んだぞ。そんなねえマオね、今日は何を教えてくれるの？今日はタカララパについてよ。タカララパとは馬好きのオーナーが3代にわたって気品あふれる馬をイメージして作り上げた伝統のブランドなの。ファッション性にも定評があってたくさんの冒険者たちに人気のブランドなのよ。タカララパのチャラ俺も欲しい。緊急事態発生。ジェニーズが殺された。現場にいたのはゴブさんただ一人。本当に犯人なの？それとも真犯人が？次回ジェニーズ殺人事件、犯人はゴブさん。さあ大冒険の始まりだ。